AI にはできない仕事のスキルを持っている人が、この先は重宝されると思います。現実離れしたお金稼ぎに目がくらんで、日本人は夢ばかり見過ぎじゃないでしょうか。AI が出て、9割ぐらいの人は職を失うんじゃないかな。AI の存在が怖いとか恐怖だと思うのは、知らない人がそう言うんですよね。どんな仕事でもトッププロは残ると思います。それ確かに。人間のあり方として誰かの役に立つっていうのが人間の生きる一つの意味なんじゃないかなって思って。若いうちは夢見て、はい散々騙されて痛い目見て、でもこの痛い目見る前に、この AGI が始まる前にそろそろ救ってあげないといけないんじゃないかっていうのは。何がダメなんですか？楽なのがまあいい悪いってわけではないんですよね。キラキラしやすいっていう周りからするとどこなんですか。僕なんか加藤君すごく一緒に仕事したいぐらい好きになってきたんだけど皆さんこんにちは、山口です。手前に座っているのが今回の定期者、38歳男性、建設関係のプロジェクトマネージャーの仕事をされていらっしゃいます加藤亮さん、よろしくお願いいたします。佐藤亮です。よろしくお願いします。そしてお隣に座っていらっしゃるのが反論者、現在31歳の男性で、お仕事はウェブマーケティングディレクターだということです。山田直樹さん、よろしくお願いします。山田直樹です。お願いします。はい、この先みんながやりたくない仕事こそ重宝される、楽に稼げそうな仕事は選択するなという提起になります。詳細はどのようなもので？ AI にはできない仕事のスキルを持っている人がこの先は重宝されると思います。例えば SNS の収益化とか動画編集とか現実離れしたお金稼ぎに目がくらんで、日本人は夢ばかり見過ぎじゃないでしょうか。これからは仕事は AI に奪われるのではなく、 AI が情弱な夢から目覚めさせてくれるんじゃないかなと僕は思っています。情弱っていうのは情報弱者ですかね。そうですね。はい。を目を覚ませるのが AI だと。じゃないかなと僕は思っています。ビジネスインフルエンサーの方とかいろんなお仕事があると思うんですけど、 SNS とかのお仕事なんですけど、こういうお仕事って夢ある仕事の一つだと思うんですよね。ただもともとそこのお仕事っていうのはやられてる方がいっぱいいるので、今から始めて稼ぐっていうのはやっぱり夢のようなちょっと難しいところだと思っています。地道に汗水垂らしてやるようなお仕事がこれからは重宝されるんじゃないかなと僕は思っています。反論者の山田さんは一体どういう反論？夢を追う人がチャレンジしやすくなったのが AI であったり SNS であったりすると思うんですよ。昔は汗水垂らすしかなかった人が AI を使うことによって曲を書いてもらったり AI に作詞してもらったり AI が可能性を広めてくれた。汗水垂らすことを美徳としたいのもわかるんですけど、可能性を広げてくれる一つのツールだって理解してほしいなっていう気持ちはあります。働き方が一つの争点になってくるのかなと思いますけれども、まず鎌田さんはどのような意見を？私はどちらかというとSNS だと思われがちなんですけど、私は絶対に現場を辞めないという絶対辞めないっていうのがあって、血が通ってない感はずっとあります。 SNS とかネット上だとなんか薄情だなっていうのがあって、結局助けてくれるのは人かなっていうのがあるので、 AI に、奪われていくっていう意識はないですけど、私は古き良きの生き方をしたいなっていうか、AI に頼ってばっかの生き方はしたくないなみたいなのはちょっとあるんですけど、どっちがって言い方はないんですけどね、どっちもというタイプなので。呂布さんいかがでしょう？ AI って道具だと思うんで、道具として都合よく使っていきましょう以上ないかなっていう感じですね。で、あと若者がそのインフルエンサーに夢のある仕事だと思ってるかっていうのもあんまピンときてなくて、知れてると思うんですよ。インフルエンサーとしてだけ出てきた人って、なんか他事でそれなりに成功して発言力を持った人がインフルエンサーとしても重宝されるイメージがあるんで、いきなりインフルエンサーとしてポコって出てくるって結構難しいと思うんですよね。汗水垂らしてっていうのの先にインフルエンサーってあると思うんで、最初から一足飛ばしでインフルエンサー目指してる若者がそんなにいるとも思えないですけど、僕は。AI が進化した後のお話をちょっと山本社長にも、お伺いしていきたいんですけど。僕も IT 業界とか30年ぐらいやってるんですけど、多分 AI が出て9割ぐらいの人は職を失うんじゃないかなと。9割？そうなんなきゃいいなと思ってるんですけど、なると思って危惧して準備に備えた方がいいかなと思ってるんですけど、今加藤君が言ってるのは、楽して稼いでる人は AI に抜かれちゃうよと。AI にできないようなことを苦しくてもやった方がいいと。
結局その AI の方が強くなってしまうと、今から始めたとしても仕事として続けるのは厳しいと思うんで、僕の価値観としてもともと仕事って泥臭くやるっていうイメージがまだあるので、やっぱ地道に泥臭くそういう仕事をしていった方が。なるほど。山田君は AI 活用して楽に稼ぎたい。別に楽に稼ぎたいわけじゃなくて、僕らの作業も泥臭いじゃないですか。コード書いたりとか。ウェブの仕事も泥臭さがはい、泥臭さがあるんで。なるほどね。ちょっとまだ僕結論は出せないです。ただ、楽して稼ぎたいっていうのは、多分全ての人が思ってると思うんですよね。そのために今何をするかってことかもしれないし、AI も、まあ怖いけど、活用していかなきゃいけないと思ってる中で、ちょっとこの議論を通じて僕も結論出したいなと思います。続いてクリエミさんお願いします。私もこの問題提起自体に結構こうクエスチョンマークがかなりありまして、 AI の存在が怖いとか恐怖だと思うのは知らない人がそう言うんですよね。歴史を遡ると全てにおいて、IT もそうなんですけど、ものすごい批判の中から新しいテクノロジーが生まれてきている。それを乗り越えた先にまた新しいイノベーションが起こって歴史が作り上げられてきているから、怖いとかわからない不安っていうのは知らない、それこそ情弱な人こそが言う発言なんですよね、私からしたら。加藤さんがおっしゃっているのはものすごく私からしたらレベルが低すぎてしまって、何を話してるんだろうって感じに思ってしまって、自分が負けるからっていうその発言がそもそもで違くて、 AI っていうものをなくしてこれからの時代を歩むことの方が難しいので、 AI を使いながらじゃあ自分たちがこれから何ができるだろうっていうところを考えれる人じゃないと逆に負けるんですよね。 AI の市場に僕が自分がもし入ったら負けると思ってるんで、僕はこの仕事の方が自分が生き残る一つの道だと考えています。みんながやりたくない仕事こそ重宝されるっていうのが伝えたいメッセージ。インフルエンサーとかいろんなお仕事が SNS とかあると思うんですけど、 AI が発展していくとやっぱ AI の方が強くなっていくってところで、現状でみんなが嫌うようなお仕事とかの方がこれから重宝されて大事なんじゃないかなと僕は。加藤さんが言うみんながやりたくない仕事っていうのは具体的にどんな仕事ですか？例えば僕のような現場の建築関係土木の仕事や、建築土木って結構給料もいいし人気の職種だと思うんですけど、常に環境的には厳しい部分があって、地球温暖化とかで夏場とかやっぱ暑い環境になってる中でやっぱ仕事を続けるっていうのは厳しいので、その分手取りがいいんで常にありますよね。めちゃめちゃ人数減ってるんですよ。あ、そうなんだ。私もともと建設の設備とか施工管理をしたんですけど、もうずっと足りてないです。職人も施工管理も足りてないです。プロ意識持って楽しくやってるけど、施工管理とか本当足んないんだよね。マジで足ってないです。僕も1万人ぐらいの軍団作ってテレアポやってたんですよ。光通信っていう会社で。他の若者ほとんどやりたくないんですよね。僕らは大好き。なんかエアコンの下で喋ってるだけで年収1000万とかあるから、みんな楽しいねっつってやってましたね。みんなが多くの人がやりたくない仕事で何千億って売り上げ上げれたんで、それは一理あるかなと思いますね。小学生たちのなりたい職業ランキングの上位になかなか来づらい職業については、これから重宝されるようになるのか、それともこのままやっぱり人気は出ないのかっていうのは、栗見さんいかがでしょう？楽して稼げそうな仕事っていうのが、つまり今 AI の話が出てたってことはイコール AI とも言ってるような気がしているんですよね。それは何をもって AI が楽して稼げると言っているのかがすごく気になっていて、どの仕事でも楽して稼げる仕事なんてないんですよ。トップの人たちはもうみんなでやってるし、それが何をもって楽だと思っているのか。じゃあ土木作業で暑い中で汗だくの中でやることが楽じゃないというのか、それってじゃあ持ってるものの重さなんですかとか、そういう話になってきちゃうんですよ。なんか仕事っていうものを楽じゃないっていうもので、今の土木作業とAI とっていうのを比べること自体が話としても成り立ってないかなって思っちゃうんですよね。一つ勘違いしていただきたくないのは、僕自身は別にそういう方たちを楽してるとは思ってないです。若者がこれから就職とか仕事を探していく上で、どうしてもそういう風に見えがちな部分があるってことで、一つの世間の意見としてやっぱそういうのがあるっていうことで言ってます。例えば音楽とか台本とかっていうのが今 AI で作れる、動画とか映画並みのクオリティのものができる。でもじゃあそれが人にとって感動するものができるかって言ったらまた別軸の話なんですね。
ソースコードであったりプロンプトっていうんですけど文字があって書くときに人のセンスっていうものがすごく重要視されるから最終的に 100%AI が作るっていうのは難しくて。ちょっと今聞こえがね悪かったかもしれないですけど、加藤さん別にこの SNS のインフルエンサーたちを肉体労働者との対立、敵対視してるってことじゃないんですよね。それは一切ないです。AI が発展していっていろいろ便利になった後の世の中でさあ一体どんな仕事が残ってくるんだ、どんな仕事が重宝されるんだというところをぜひ人生の先輩方に今日聞きたいと。仕事が奪われるというか、正確にはやらなくてよくなるっていう方だと思うんですよ。今やりたくないことを AI が取って代わってやらなくてよくなるんです。でそこで浮いた人たちは新しい仕事を始めるんですよ。例えば今やってるインフルエンサーだったり、新しい仕事、人気の職種っていうのは、じゃあ30年前にはそんな職種なんて最初からなかった。やらなくて済んだ人たちがそういう仕事を始めるわけですね。だから今加藤さんが危惧しているような AI に取って代わられて人間がやらなくて良くなったら、その人たちはまた違う仕事を始めるんですね。なんで心配ないと思いますけど。僕の意見としてはなんでそこは同じで AI がやってくれるんでやらなくていい部分が出てきて別の仕事をするってなった時に僕の仕事とか介護とか清掃業が重宝されるんじゃないかっていう。それは多分ずっとあると思います。もちろんあると思うんですけど、今想像してないような新たな職種が出てるんでその時の若者は多分そういうものに憧れるんですよね。ずっと別にその余計なお世話というか、AI が進化した後にやっぱりでもそれでも人の手が必要ということで、その施工会社だったり建設関係だったりの仕事って重宝されるようになると思います？そこはやっぱり変わらないと思うんですけど、でもいろんな職業に憧れちゃうのは仕方ないっちゃ仕方ないんですけど、実際いろんな人がお店に毎日来るので、インフルエンサーは簡単だと思われてます。口がもう動けばバズりたいしか言わない若者をいっぱい見てるので、ちょっと心配になるなっていうのは気持ちはわかりますね。とても緑さんがおっしゃったように、何かで成功したからこそインフルエンサーとしても影響力が出てくるので、もちろんこの積み重ねて今があるんですけど、そこ全部端折っちゃうんですよ。そこは見えてないから、それはないものになっちゃうんですよね。見えてないって気づかないっていう人が若者で多いなっていうのは感じてますね。気づかないのが怖いというところですよね。山田さん。インターネットって当たり前のようにあって、清掃や介護もインフラで必要になってくるんですけど、このインターネット社会においては、もはやインターネットのインフラの一つじゃないですか。娯楽の一つでもあるし、裏で見えない編集のような努力があるんですよ。それを多分見ていないのかなっていうのは思いますね。確かにそのお仕事としてあるってことは誰かが必要とされている需要と供給があると思うんで、お仕事を否定してるわけではなく、世間的に見たときに最近そういう仕事に憧れを持ちやすいような環境っていうのがちょっと強すぎるんじゃないかなっていう。成功する人たちって SNS とかだとやっぱ一握りなんですけど、一握りの人たちもものすごく裏で実際努力してるんですけど、見てる側はその努力が映らないんで楽して稼いでるようなイメージになってしまってるんで、そういうのに憧れて自分が苦労するんであればお仕事をした方がいいんじゃないかっていう、僕はどっちかっていうとそのお仕事側の見方っていうか、そっち側の意見として今述べてます。じゃあ栗江美さん、この AI が進化した後、どんな仕事が人気になってくる、新しく生まれてくる仕事、例えばどんなものがあるって想像できますかね？顔出しをしたくない人たちも今は増えているので、顔を出さなくてもアーティストとしてやって世界的な人気になるとかがあるので、最近はライブ配信とかでも顔を出さないでバーチャルの人を前に立てて配信して人気になるとかっていう子も出てきているから、自分の顔は出したくなかったけど華やかなことがしたいみたいな子たちの夢はどんどん叶っていきますよね。このことを山本社長20代の時に想像できてましたか？山本社長はもう28歳の時に取締役に就任する。僕らは、案外加藤君に近いんですけど、テレアポきついじゃないですか、営業もきついじゃないですか、プレッシャーもあって、同じこと言ってましたね。なんか他の楽して稼いでるやつはいつかぞと、俺たちは苦労して能力開発して、いつか金持ちになろうと。で俺たちは最後楽して稼ぐぞっていうよくわからないこと言ってましたけど、計算とかそういうのは AI が得意なんで、暗記したりね、なんか感情をむき出しにするようなエモいこと、こういうのはなんか人間の方が得意なのかなと思ってて、
エモいことだったり企画力想像力っていう部分で言うと人を感激させたり説得したり、同調してもらったりっていうのは人間のまさに緑さんアーティスト活動がそうなんじゃないアーですか。ティストとか営業は残るって言われてるんですよ。楽して稼げると頑張って稼ぎたいっていう感覚を持ってくる人も出てくると僕は思うんですよね。楽して稼ぐっていうのが俺は結構引っかかるんですけど、好きなこととか趣味が仕事になってる人ってやってることとしてはハードだけどでも楽しくてやってるから、周りが SNS で見た時に楽そうそうに見えるっていう。だからそこに憧れると思うんですよ。楽しそうに仕事をしていること、その楽そうじゃなくて楽しそうに、楽してっていうのが部屋で一歩も動かずに指先だけでっていうのじゃなくて、 5分であなたもインフルエンサーなんか10分で稼げるとか、ある程度多分騙される層がまだいるんじゃなでいかなっても別に楽して稼いで何が悪いんですか？逆に簡単に稼げるんだったらその方がいいですよ。